前回は神さんの受け入れ用意をした。例によって色々と間違えてたわけですが、もはやうちのお家芸だな。嫌な芸風ね。それとポリマープレス機の調査にも乗り出した。今回の冒頭でさらっと触れてます。やはり南仏っぽくて困ってます。簡単な施設などないのね。そういうことだな。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はサンドボックスからスタートなんですけど、ポリプレに原油をぶち込んでいきなり壊しました。何をやってるのよもう。仕方ないだろ。作業メモ取ったのは随分前なんだから。しかし作ってみてわかりましたけど、結構厄介ですねこれ。排出に蒸気と二酸化炭素があるってのがひどい。しかもこの排熱よ。精錬装置系列でトップの32とは恐れ入る。しかも蒸気が垂れ流しときた。うまくやれば蒸気タービンのお供になるかと思うけど。もしくはスリップスターのご飯にするとかね。これでわかりましたけど、汚染水にドボンとか現実的じゃないですね。環境への負荷がすごい。石油の生成装置もそうだよな。天然ガスを漏らしてるし、こいつらも、難解な予感がプンプンするわ。とりあえず、実験で安定環境を模索しつつ、実データではスープドッグなんかを作ろうか。そうしましょう。しかしなんでこんなに熱を出すんだこいつ。頭痛いけど資料を読み込んできたわ。解説いきます。頼むわ。いよいよ何のチャンネルかわからんくなってきたな。原油を生成すると、ナフサになる。ここまでは良いとして、問題はこの先よ。ナフサを高温環境にさらすことで熱変化を起こさせ、様々なナフサ由来の成分を取り出してるみたい。海水を煮詰めて塩とにがりを取るようなもんか。すんげー暴論ね。で、この過程で抽出できるのがエチレン、プロピレン、ブタジエン、トルエン、キシレン。エチレンってポリエチレンの要素か。ポリエチレンテレフタレート、いわゆるペットボトルの原料じゃん。そうなるわ。これを得るために800度の環境が必要らしいわ。ドクターストーンで旋風はすげえことをしてたんだな。あの人は最高で1500度高マークしてたから、余裕でしょうけどね。ちなみですが旋風のプラは違う手段で得られてます。まあうちらはナフサルートなんで、熱をぶち込む以外にないわけね。心なし拡張が旋風になっとるぞ。100億ありえるわ。ダメだこりゃ。ちなみですけど、私世界のプラはポリプロピレンみたいです。融点が160度近辺なのはこれくらいで、ポリプロピレンっつうと、タッパーの原料らしいな。一気にぬかみそ臭くなったわね。このくらい身近ならわかりやすいだろう。あれってこと初宿では表面にタッパーの元が生えてくるのか。ミールライスってヤバい食べ物なんじゃないのか。怖くなってきたわね。さて天然ガスの枯渇だが、毎度のことながら面倒ね。キッチン用と、マリーのおなら用のタンクが居住区にあるから、そこから逆流させれば良いけども。これって自動化できない？どうかな？ブリッジの優先判定を使えばいけるかもしれないけど。普段はそのままで、入力が空になったら逆流させるとか。間欠泉の枯渇と入力の空は一致しないぞ。経路にはガスが残ってる場合があるのか。そういうこと。天然ガスの枯渇信号を拾う方が早そうね。フィルターゲートを使うといけるよって教えてもらったしな。そもそも休眠中にあんだけのタンクを使い切ってるのが怖いわ。早くロドリゲスを増やして水素発電を追加しよう。ちなみに酸素は宇宙にポイするか決めかねているので、メガネっ子かどうか未定です。補給品だ。鋼鉄、これは嬉しいわ。金属はいくらあっても足りないからな。まだ掘れば増やせるんだけどね。限りある資源には違いない。特に金と鉄が欲しいわ。どちらも尖った性能だからな。鉄は確かバイオームに埋もれてたわね。金はまは今のところ当てがない。今のうちに気体タンクを壊して作り直しましょうか。鉛あたりで作り直せば金がそこそこ回収できそうだな。しかしこの温度差よ。えらいことになってるな。熱交換での平均化はうまくいってるみたいね。今は液体クーラーが止まりがちなんで、なおさら平均化できてるようだ。問題は天然ガスの排液用の貯水池ね。なんかもう素直にスイッチと液体ヒーターで行くわ。ずるいことしようとしてたのに諦めた。神さんの家に水没判定が出てる。作り直しね。あれ？どうした？神のご飯って給食器で良いのかしらね。そういうことか。まとめを見てくる。いってらっしゃい。見てきた。はいよ。やっぱり給食器で良いみたいだ。それならよかった。作り直し入るけどな。しょんぼり。熱水も吸引してるのか。随分減ったわね。ここは上に予備の貯水池があるから平気だ。液体クーラーの規格の蒸気噴出口の貯水池に運搬してたんだっけ。向こうは一応、メインの水源だからな。タプタプだから万が一にも枯渇はしないでしょうけど。したらまずいとも言う。何気に綱渡りなのかな？そうかもな。貯水はしてるだけで経路自体は1系統だし。やれやれ。
久々にバルーンアーティストが発動してる。マックス隊員みたいね。あまりは超生産を出してるな。あれ、レボンが超生産を発動しつつバルーンを受け取ってる。これって多重化するのか、初めて見たかも。最大でいくつ、つくのかな？全部のせができそうに見えるな。まあかなり限定的だけどね。でも超生産とバルーンの組み合わせは軽いチートっぽい。結構、えげつない効果が乗ってる。やはりバルーンアーティストは呼んでおくべきだな。ブースト感が半端ない。ミニポンプで試してた水抜きをポンプに作り変えたぞ。さすがの吸引量の弱さだったわ。きっちり使い分けないと手間が増えるな。ポンプが吸いすぎという話では、そうとも言える。けど、将来的に大ポンプとか来そうだよな。ああ、ありそう。公式はロドリゲスも把握してるもんね。そうなると怖いのは電力か。オフィシやってると電力とは縁が切れないわね。現実世界のインフラには頭が下がるよ。誰が主導したのかしらね。なんだ、今度は気象を紐解けってか。まあ暇があれば、本当に何のチャンネルかわからんぞ。雑学チャンネルみたい。おっと、キノコが生えてる。キノコってほぼ調理してないね。レタス巻きは美味しそうなんだけど、レタスがないし。キノコはカロリー的には2400とかあるから、助かる部類だと思うんだけどね。焼きキノコくらいしか現状、やりようがない。バター焼きなんか現実ではうまいんだけどね。椎茸の傘にチーズ乗せたりな。お腹空いてきた。天然ガスの逆走ができたぞ。自動化せなあかん。もしくはロドリゲスの追加。どうしたの？考えてみたらハイドラ姉さんに来てもらっても良いのか？そう、なのかな？ハイドラ用のスペースは確保してあるし、ロドリゲス必須でもないし。でもまた調べるとこからやり直しよ。それでも前進してるんだ。やる価値あるだろう。じゃあ検討しましょうか。手元のホワイトボードを更新しておくわ。もし実現できれば天然ガスへの依存度を下げられる。問題は熱水が足りるかどうかね。計算からやり直してみよう。神さんの家の手直し。よく見たら寿命ギリギリなんで、別に捕獲をお願いしておきます。安定はまだ遠いな。まあ始めたばかりだから当然か。パフの数に不安があるわね。昔はどんどん増えて収集がつかなかったが、ヒューヒュー吸い込む音が賑やかになんのよね。思ったより増えてない。しばらく気にしておこう。こうなりましたけど、ご飯を食べない。次から次へと問題が。素直に動いてくれないかな。疲れてきた。黄昏れちゃって。少し早いけど、神さんを見ながら締めよう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。